誘うて。本当にやめておけばよかった。そんな風に思うのは今更だ。考えなしだった。はっきり断るべきだった。震えながら息を止める。カチカチと時計の秒針が鳴る。頭に酸素が回らなくて、心臓の音が妙に大きく聞こえる。限界だと息を吸い込もうとして、冷たい手が足首をつかむのを感じた。来た。氷のような冷たい手が足首を掴んで確かめるように引っ張る。強い力ではない。それでも私は悲鳴を上げそうになり、慌てて両手で口を塞いだ。冷たい手が足首から徐々に上の方に来る。まさぐるようにふくらはぎを撫でる。息を止めるのは限界だったが、ここで動くわけにはいかない。もう嫌だ。何度そう思っただろう。怖い。もう嫌だ。誰か助けて。心の中でどんなに懇願しても、助けてくれる人は誰もいない。冷たい手がゆっくりと足先から這い上がってくる。やがて恐怖と酸欠で意識を失い、朝に目覚めて、くっきりと手の跡がついた左足を見て、ガタガタと震える。昨晩は足首までだったあざが、膝下にまで広がっている。陽子と同じだ。咲と同じだ。私は震える手で、ベッド脇のメモ帳に生の字の2本目を書き足した。あと3日で、私は死ぬ。ことの発端は、大学の友人たちとアルバイトをしたことだ。私たちは3人で海外旅行に行きたくて、どうせならいいホテルに泊まろうと、正月明けから住み込みでバイトをした。いわゆるリゾートバイトというやつだ。そこで何か問題が起こったわけではない。冒険の有名なゲレンデの近くの旅館で、他にも同じバイトに来ている子たちもいて、まるでクラブの合宿のような、和気あいあいとした楽しい職場だった。その帰り、節約しようと夜間バスに乗った。それが良くなかった。吹雪で立ち往生し、高速道路のとあるサービスエリアで一晩明かすことになった。高速は通行止めになったが、私たちのバスはある程度山を降りていたので、吹雪といってもそれほどひどいものではなかった。サービスエリアには温泉設備も併設していたので、そこに浸かりに行こうと話す余裕すらあった。その温泉はサービスエリアができる前からある、いわゆる秘湯と呼ばれる湯だそうで、私たち以外にも大勢の人が入りに来ていた。朝に除雪車が来るまでは通行止めが解除されないだろうと言われたこともあり、狭いバスよりはそこでゆっくりしようと、温泉の休憩室で一晩を過ごすことにした。同じ年頃の男女のグループもいたし、老人会の旅行らしい一行もいたし、トラックの運転手たちもいた。家族連れも複数いた。暖房の効いた休憩室は広く、全員が入ってもまだ余裕がある。吹雪で立ち往生しているという不安はなく、見知らぬ大勢が集まって一晩過ごすという、あまりできない体験だと、逆にワクワクしていた。外の吹雪が強くなってきた午後8時頃、退屈した大学生の一人が、この温泉には奥に使われていない秘湯があるらしいと言い出した。興味を持ったのは、私たちとそれより下の世代の子たちだけだ。大人は危ないから封鎖されているのだと言い、今思えばそれはもっともな言い分なのだが、退屈していた私たちには余計な小言にしか聞こえなかった。一緒に行ってみようと誘われた時、正直面倒だなと思った。そもそも得意なタイプの男子ではなかったし、言い方も軽薄でナンパ目的なのが露骨に透けて見えたからだ。だが、友人たちは乗り気だった。彼らは有名大学の学生を名乗っていたし、顔立ちも悪くなかったし、私たち3人ともに恋人はいなかったから、断ればよかった。風邪気味だからとでも言えばよかった。大勢の目があるから、彼らも強引な真似はできなかったと思うし、私たちにつられて、
女子高生2人組もついてこなかっただろう。その男が案内したのは温泉の裏口から出て少し行ったところにある洞窟だった。その先に源泉と秘湯があると従業員に聞いたのだという。入り口はフェンスで塞がれていて、カチリと上下にスライドするタイプの簡易な鍵がかかっていた。頻繁に出入りがあるのだろう。足元に積もった雪には泥が混じっている。やっぱり帰ろう。吹雪いてきたし寒い。女子高校生の一人が相方の腕を引きながらささやく。それを聞いた男子大学生がからかうように笑った。怖い。私の目にはしらけるほど軽薄に見えたが、女子高校生たちにとってはそうではなかったようだ。吹雪き始めた雪の下でわずかに頬をあからめ、そんなことはないと唇を尖らせている。その男子大学生は外面のいい笑顔で私たちを振り返ってから、大げさな仕草でフェンスの扉を開けた。続く洞窟には少し前に誰かが歩いたとわかる足跡があった。誰か中にいるんじゃない？点検の時間は8時だそうだから、もう帰ったと思う。先頭を行く陽子と男子大学生の会話を聞くともなしに聞きつつ、私はこみ上げてくる悪寒にぶるりと身震いした。震えてるね。慣れ慣れしく耳元でささやかれたのが気持ち悪くて、本気で帰ると言いそうになった。何度思い返しただろう。あの時帰っていればあんなことにはならなかったのに。引き返すきっかけなどいくらでも思いつくのに、その時の私は何も考えずに先に進んだ。意地になっていた気もする。その洞窟には湯を運ぶパイプラインが張っていて、壁には点灯してはいないがライトもある。その人工物的な作りが洞窟探検というには気軽で、肝試しというには大したことがないように見せていた。私たちはパイプをたどるようにして奥へ奥へと進んだ。足元を照らすのはそれぞれが持つスマートフォンのライトだ。女子高生の一人が声を上げ足を止めた。彼女が照らし出すライトが浮かび上がらせたものに皆がひるんだ。何これ？陽子が震える声でつぶやいた。お札だな。男子大学生が強がっていると丸分かりの態度でそう言ってわざと近くで見ようとする。手のひらサイズのお札は岩肌に直接貼り付けられ、かなり年季が入ったものに見えた。ちょっとやめなよ。サキが男の腕を引くが、男は構わず手を伸ばした。恐る恐る触れたお札はそもそも剥がれかけていたようで、軽く触れるだけでペラリと落ちた。皆が黙って落ちたお札にライトを当てる。そこで何かがあると思っていたわけではないが、私は無意識のうちに後ずさっていて、それは隣の女子高校生も同様だった。洞窟に吹き込む風の音がやけに不気味に聞こえた。ピチャリピチャリと水が滴る音が心なしか大きくなっているような気もした。ほら、なんでもないだろ。たっぷり10秒ほど経って男は自信たっぷりの声で言った。その表情が引きつっていたことは誰も指摘しなかった。その後、なんとなく気詰まりな雰囲気のまま、それでも私たちは洞窟の奥へと向かうのをやめなかった。たかが紙切れ1枚だろ。なんだよ。その通りなのだ。強気な言葉は間違っていない。私だって内心ではそう思っていた。いや、思いたかったと言ってもいい。時折聞こえてくる空洞音や水滴の音や私たちの足音、そのすべてが言葉では表現できない鎖のように私たちを恐怖でやんわりと包んでいた。女子高校生の一人がつまずいて転んだ。とっさに手が伸びかけたが助けることができなかった。痛い。小さな声が泣きそうで、タカが転んだぐらい
いい年だろうにと思う半分、足がなかなか上がらなくてつまずいたのだろうと共感もあった。大丈夫？彼女が男に助け起こされ、すがりつくように手袋をはめた手をその腕に置く。私は男の顔が驚愕で歪む瞬間を目の当たりにしてしまった。同時に男が持つスマホのライトが角度を変え、目にしたものを確認するかのように照らしたので、私たち全員がそれを見た。何これ。私の口からこぼれたのはそんな乾いた言葉だった。いや、何を言ったのか意識すらしていなかった。数人のライトで照らし出されたのは洞窟の行き止まりだった。少し広くなったその壁一面にびっしりとお札が貼られている。何百枚、もしかすると何千枚。洞窟の岩肌が見えないほどに無数の古びたお札。それらが吹き込む風に揺れ、今にも落ちそうにはためいている。突き当たりには石でできた祠があって、その手前に小さな水たまり。先ほどからずっと聞こえている水滴は、天井からの雫がそこに落ちている音だ。ヒュッと陽子が鋭く息を吸い込み、熱いものに触れたかのように腕を引いた。私たちの行く手を遮るように縄があった。小指の先ほどの細い縄だ。しめ縄じゃない。サキがこわごわとそう囁く。どうしよう、キレ。陽子の言葉は狭い洞窟内に突如響いた悲鳴にかき消された。悲鳴といっても女の子の甲高いものではない。男の濁音混じりの大絶叫。それが折り重なるようにして響き渡り、私たちもまた何が起こっているのかわからないまま悲鳴を上げた。真っ先に逃げ出したのは先頭にいた男だ。釣られるようにして私も走り出した。私だけではなく全員が洞窟の出口に向かってダッシュしていた。待って。背後でそんな声が聞こえた気がした。だが私は後ろも見ずに必死に走った。ここからは後から聞いたことだ。私たちが入ったのは源泉がある洞窟の横道に行ったところにある古い祠なのだそうだ。お札やしめ縄があったのはそこで死んだ人がいるからだそうだ。最初に叫んだ男は小さな水たまりから青白い手が出てきたといい、別の男は髪の長い女の顔が見えたという。一緒に行っていた女子高校生の一人がいないと気づいたのは出口で腰を抜かしていた皆を従業員が見つけた時だ。彼女はきっと逃げ遅れたのだ。白状にも私じゃなくてよかったと胸をなで下ろしてすらいた。この洞窟は迷うほど深いものではない。迷路のように入り組んでいるわけでもない。しばらく経っても女子高校生が出てこないので、従業員が複数で探しに行った。私たちが洞窟の前にいたのはその時までで、吹雪が強くなり始めたので屋内に戻され、その後騒ぎが大きくなるのを休憩室で震えながら見ていた。警察を呼んだが、朝まで来ることができないと相談している声が聞こえた。その頃にはとんでもないことが起こったと誰もが知っていて、けれども具体的に何があったのかははっきりせず、私は陽子とサキと寄り添うようにして部屋の隅でまんじりともせずに夜を過ごした。長い夜が明けても雪は降り続けた。最初に到着したのは除雪車で、その後から来たのは救急車だ。パトカーが複数で駆けつけてきたのはさらに数時間後だったと思う。女子高校生は祠の前の水たまりに突っ伏すようにして死んでいたそうだ。深さもない小さな水たまりだったのに溺死と聞いている。私たちは一日警察で事情を聞かれた。だが何か咎め立てされるようなことはなく、次の日には返された。女子高校生は事故死ということになったようだ。私たち3人はそのことについて話はしなかった。だがきっと皆があの時のことを回想し、きっと違うと思っている。
私たちはしめ縄より奥には入らなかった。女子高校生が逃げる方向を間違ったとは思わない。それなのにしめ縄の向こうの祠の前で死んでいたそうだ。私たちは口をつぐんだ。怖くてその恐怖を言葉にすることもできなかった。恐ろしい思いをしたが、1週間も経つ頃には私の恐怖も薄れてきた。あの時のことを考えないようにしていると、ただの悪い夢だったのではと思えてくる。次のバイトが忙しく、考える時間が少なかったせいもあるだろう。再び3人が集まったのは、旅行をどうするか話し合うためだ。私はたくさんのパンフレットを抱えて、約束していたカフェに向かった。一瞬、カフェに入った時に足が止まった。奥の方が暗い気がしたのだ。電気が切れているとかではないのに、その一角だけがひどく薄暗い。近づきたくないという思いを押し切って進んだのは、そこに陽子がいたからだ。私に気づいた陽子が顔を上げた。どんよりと暗くよどんだ目つきだった。どうしたの？具合悪い。挨拶もなくそう尋ねたのは、彼女の顔色が真っ青を通り越して青白かったからだ。大丈夫。やがてそういった陽子の声は、私を不安にさせるほど小さくかすれていた。続いて到着した先も、陽子の様子には心配そうにしていた。きっと風邪でもひいたのだろう。その時の私はそうだと疑っていなかったし、同意する陽子の声が震えていることにも気づいていなかった。話し合いはまたにしようと、コーヒーだけ飲んで解散になった。陽子が死んだという知らせが届いたのは、その日の晩だ。通夜にも葬式にも呼ばれなかった。すべて家族葬、内々に済ませたということだった。陽子が駅のホームから電車に飛び込んだのだと知ったのは、葬儀が終わって3日ほど経ってからのことだ。教えてくれた先からの LINE も、翌日には途絶えた。私が事の異常性に気づいたのは、警察が話を聞きに来てからだ。サキが LINE に返信しないなど珍しいことではなかったので、忙しいのだろうと思っていた。彼女は部屋で冷たくなっていたそうだ。遺体は司法解剖されたが、薬を飲んだとか自殺をしたとか、そういうのではないらしい。警察が来た理由について、私は恐ろしくてたまらなかったが、聞かずにもいられなかった。警察官は言葉を濁したが、陽子が死に、サキが死に、もしかすると次は私かもしれないと考えているのが伝わってきた。なぜ？一体何が起こっているんだろう。私は恐ろしくて、その場を動くことができなかった。陽子は自殺じゃないの？サキも病死じゃないの？いや、そもそも彼女たちが死ぬ理由が私にはさっぱりわからない。サキからの長文メールが届いていると気づいたのは、警察が帰ってから数時間後だ。その文を読んで私は絶望した。そしてその夜に起こった怪異に恐怖した。私は死ぬのだろう。夜な夜な現れる冷たい手が私を死の世界へと引きずり込む。陽子が残した足首の写真、サキが残した左足全体の写真。陽子は怪異が起こり始めて5日後に死んだとサキは言う。自殺ではないと思うと書かれていた。サキのあざは太ももあたりまで広がっていて、その写真はあざができ始めて3日目だそうだ。4日目に神社と寺を回ってお祓いをしに行ったが、効果がなかったと書かれていた。無理だ帰れと塩をまいてきたところもあるようだ。そんなひどい。きっと私も死ぬ。あと3日だ。昼間、警察から電話があって、例の肝試しに一緒に行った大学生の一人も死んだと聞かされた。足にあざはできていないかと尋ねられ、ないと答えた。念のためにできるだけ外出しないようにと言われたが、返事も上の空でしか返せなかった。そうか、死ぬのか。私は震えながら
スマートフォンにある友人たちの写真を見つめた。元気に笑っている陽子とサキ。バスに乗る直前のものだ。どうしてこんなことになったのだろう。答えてくれる人はもういない。